今日は NC700X のフロントタイヤの交換を、します。まずビード落とししてますけれども、 YouTube 見てるとね、こういう角材を斜めに切ったものを使って、器用に落としてる人がいたので真似してやってみてますけども、結構苦戦をしてます。漫画みたいなことをやってますけど、これがなかなか、安定しないので、力が加わりにくいんですね。なんとか効率よく体重をかけて、外そうとしてます。今落ちましたね。はい。1箇所落ちたので、あとこうやって、前周グリッド足で踏んでリードを落としてます。で、次は裏側ですね。で、今外しているタイヤがダンロップのロードスマート3というやつですね。ちょうど3年間履きました。前回の12ヶ月点検の時でも言ってますけれども、もう完全にスリップサインが出ちゃってます。まあ3年持てばね、十分ですね。もう歯入ってますね。ここビート落とすだけで。はい、落ちましたね。浮きましたな。自分でタイヤ交換をするのがだいたい5年ぶりぐらいなので、いろいろ思い出しながらやってますので、なかなか効率が良くないです。でここからいよいよ外しにかかります。タイヤレバーでこじって外していくわけですけど、やっぱりね、なかなか大変ですよね。これはここからこうやってリムガードをつけてますけど、実はもうリムはタイヤレバーでこじって傷がたくさん入ってます。これ市販のリムガードじゃなくて、なんかゴムホースを使ってる人もいますね。その方が安上がりで、また前周グリッドを巻けるのでいいのかもしれないですね。次はゴムホースでやってみようと思ってます。次があるかどうかわかんないですけど。これがね、なかなか大変なんです。動画でもうカットしちゃってますけど、ここまででかなり時間がかかってますね。なんとかね、手で持ち上げて、大きく動いたので、これでも外せるかなというところですね。はい、上がりましたね。はい、これで片側は外れました。で、
もう反対側の外し方ですけど、これ見ていただいている通り、こちらも上に、引き上げる方向で、外そうとしてます。外し方としては、両サイドのリムをそれぞれホイールの外側に上げて、リムをタイヤの中に落とし込んで、リムを引き出すというやり方もあるようですね。で、一度それやったことあるんですけど、リムがじゃないですね、ホイールがですね、外れなかったですね。タイヤの中に落とし込むまでは行ったんですけど、そこからどうやってもこのホイールが外れなくて、結局ワイヤーカッターで、ビードの中のワイヤーを何箇所か切ってようやく外した経験があるので、あの方法はもう二度とやらないと思ってますので、この、一方向に、両方ともビードを上げるという方向でやってます。これが大変ですね。情報が現れてほしいよな。こうやって見るとタイヤチェンジャーは偉大だなと思いますけど、手動のタイヤチェンジャーなんてのも売ってはいますけど、ちょっとね、それなりに金額をするので、1年に1回も使わないものなんて、さすがにあれはお金出す気にはなれないですね。なんとかアヒル部分だけ買って自作できないかななんて思ってますけども。で、これなんとかこう持ち上げようとちょっと無理をしちゃってまして、この後ね、指挟んで指を怪我してしまいました。一部は外れてるんで、ハンマーで叩いて外れないかとやってみましたけど、全くダメですね。はい、もうこれ一からやり直し。タイヤレバーもね、実は3本持ってるんですけど、そのうちの1本上の爪の部分が折れちゃっているので、実質2本でしか作業できてないので、ちょっと辛いですね。やっぱり最低3本はいりますね。この下の木の枠もね、ただ角材4本並べてるだけですけど、やっぱり逃げちゃうのでちゃんと止めなきゃダメですね。ちょっと反省点ですね。枠としてきっちり止まるようにする必要がありますね。
一進一退っていう感じですね。やっぱりこれもう一本いるなーっていう感じなんですよね。今拾い上げたのが爪の折れたタイヤレバーです。もう少しなんですけどね、なかなか外れませんね。角度的にどうなんでしょうね。100度ぐらいの角度の、円弧部分のビードが上がれば、あとはグリッと外れるかなという感じですかね。ここあと今レバー差し込んでるところが上がればなんとかいけそうかなと思ってるんですけど、ただレバー差し込むとね、上げたところが一旦落ちちゃうんですよね。だからもう一進一退っていう形でなかなか作業が進まないですね。今もレバーの先が入らないので苦労してますね。上がりそうですね。いやいや疲れるし取れました。はいで、バルブの交換です。これ外し方ってまあ何でもいいんでしょうけど、私は捨てるもんなんでこうやって飛び出してる部分をカッターで切り取っちゃってます。なんか危なっかしいですね。はい、切り取ったので残った部分は中から押せばすぐ取れると。であちこちちょっと汚れてるものを拭いて、で新しいバルブを入れると。はい、これは逆向きですね。リードクリームをゴムの部分に塗って、今カメラの画角外に出ちゃってますけど、プラスドライバーで真ん中を体重かけて押し込んではめ込んでます。バルブを引っ張る工具も売ってますけど、さすがにね買う気がしないので、こ
突っ込んでます。で、新しく買ったタイヤがミシュランのパイロットロード4というやつですね。ロード5が欲しかったんですけど、Amazon でこう見てると、ロード5よりもこちらのロード4の方が5000円ぐらい安かったんですよね。1本約1万7000円。値段に負けてこちらを買いました。で、はめるにあたって前回、成功したこのタイラップ方式をまたチャレンジしてます。タイラップで縛っていって、上からパコンとはめ込もうってやつですね。この大きなサイズのタイラップ探すのは結構苦労したんですけど、約5年前自分でタイヤ交換した時もこれでなんとかはめ込んだので、うまくいくだろうと思ってやっているんですけど、これがね結構締め上げて、内径を、大きくしないといけないので力いるんですけど、でやろうとしたんですが、ちょっと全く入る気配がない、入りそうにないんですね。本当はこのタイヤのフィード部分をもっとタイヤの中に折り込むように押し込んでタイヤラップで締め上げないと、内径がね広がらないと思うんですけど、ちょっと握力もなくて今回そこまでできてないんですよね。でちょっとなんとかポンと落ちないかなと思ってやってみてるんですけど、これタイラップで縛ってるってことはウィードの両側をね一気に落とさなきゃいけないのでちょっと大変なんですよね。前回はね少しだけタイヤレバー使ったらポロッと入ったんですけど、ちょっと今回はね入りそうにないんですよね、全く。これカメラで見てるとよくわかんないんですけど、手前の部分がかなり上にかぶさってきてるので、これ入れるの無理じゃねって実は思い出しています。これだけまだ重なってるんですよね。これは無理だろうって感じですよね。やっぱ無理か。なんとかならんかグイグイやってますけど、結局この後諦めます。外してチンチンやった方が簡単そうやね。このタイヤのゴム自体はそんなに硬い方じゃないので、もう普通のやり方でやることにしました。タイヤラップ全部外しました。ビードクリームしっかり塗って、もう成功法で落としていこうと。うまくいくときは片側は乗っただけでポリンと落ちるんですけど、
ここではね、リムガードなんて全く使ってません。穴入らないですからね。だいぶ入りましたね。なんかちょっと先が見えてきた感じですね。反対側からやった方がいいかなと思ってひっくり返してみたんですけど、入ったかな。片っぽ入りましたね。ちょっと強引に突っ込んでますね。やっぱりミシュランのゴムって柔らかめなんでしょうね。ちょっと強引でしたけど入りましたね。でこのタイヤK 点の黄色いマークがついてなかったですね。なのでもう適当にはめました。ローテンションマークがついているので回転方向だけ合わせて、バルブに合わせるべき K 点の印がないので、そこはもう一切気にせずはめただけです。でなじませるように今叩いて落としてますね。でこれからビード上げです。エア入れてるんですけど全く膨らんできてないんですよね。これはこれじゃダメですね。でもう一度今度は体重をかけてタイヤのビードをホイールのリムになじませています。タイヤの上に座ってますね。
これで入るようになりました。はい、上がりましたね。はい、バルブコアを入れて空気圧規定値まで上げていきます。2.5 キロだったかな。はい、とりあえずこれでタイヤ交換終わりですね。で、ホイールバランス、スタティックバランスを確認してます。これは前回つけてもらった時のウェイトをそのまま貼っつけたままタイヤ交換しました。で、こう見てるんですけど、全く問題なさそうですよね。いいんじゃないか。良さそうですよね。止まった後グリーッと戻っていったりしますけどね、バランスが取れてないと一旦止まってグリグリっと反対側に回りますけども、その反対の戻りがごくわずかなので、これは反動でどうしてもこう少しだけ戻るみたいですけど、そこで止まるのでね、バランスはこれでほぼほぼ取れてるというふうに判断をしました。フロントのねバランスがこう取れてないとハンドル伝わって、手に結構振動が来るのでね、実は CB223S の時にちょっとそれで失敗した経験があるので、一応フロントだけはバランスを見るようにしてますね。はい。で、あとは組み込んで完成ということで、今日はここまでです。はい、ありがとうございました。また次のビデオで会いましょう。さよなら。いいですね。